皆さんこんにちは、みさとです。ここは鶴橋駅です。これからフェリーに乗る旅に行きます。2月のオーシャン東急フェリー以来の船旅、楽しみです。それではまずフェリーターミナルがあるところまで移動します。今回は神戸からのフェリーです。近鉄鶴橋駅から阪神難波線経由で向かいます。直通の快速急行に乗ってもよかったのですが、尼崎行きが来たのでそちらに乗ります。尼崎駅で乗り換えて直通特急山陽姫路行きに乗車。魚崎駅で直通特急を降りて六甲ライナーに乗り換えます。六甲ライナーの駅はペデストリアンデッキでつながっていますが、少々離れています。六甲ライナーの魚崎駅です。2駅目のアイランド北口駅まで乗車します。六甲アイランドに渡り、アイランド北口駅で下車。改札を出ましてフェリー連絡バス乗り場へ。バスの乗り場です。やってきたバスは神戸フェリーバス。ジャンボフィレに乗るときも三宮でお世話になるバスです。先に大分へ向かうサンフラワー乗り場でお客さんが下車した後、今回乗る阪急フェリーの乗り場に到着、下車します。ここまでは順調でした。この後、財布がないことに気がつきました。一瞬事態が飲み込めませんでした。何が起きたのか。忘れたとしたら JR 鶴橋の駅で電話をしようとしましたが、今は駅に忘れ物をしても駅の電話番号はありませんし、忘れ物の専用ダイヤルは混雑していていつつながるか見当もつきません。財布は現金のほかクレジットカードなどいろいろ入っていました。クレジットカードや他のカード類が心配で旅どころではなくなりました。少し迷いましたが旅行を中止することにしました。中止なら今から乗るフェリーのキャンセルですが、窓口で申し出るとスマホでフェリー予約のマイページから払い戻してくださいということでキャンセルを試みましたが、払い戻すにはクレジットカードが必要で、これは頓挫しました。財布と一緒にクレジットカードはなくなっています。さらに窓口の方に相談すると、事情を鑑みて手数料を差し引いた額を現金で払い戻していただきました。ありがとうございました。お手数をおかけしました。ここから引き返すのも談義しました。この時間、ここから駅に行く交通手段なんてありませんからね。フェリーが到着の翌朝までバスはありません。そこで4社ほどタクシーに電話をかけて、ようやく対応いただけるタクシー会社があり、アイランド北口駅まで戻りました。このタクシーは交通系 IC カードは使えず、先ほど払い戻した現金が役に立ちました。現金がなければどうなっていたでしょうか。その後乗ってきた鉄道コースを戻り、一応鶴橋駅で忘れ物を問い合わせてみましたが、ありませんでした。仕方がないです。その後は家に戻りました。帰宅して紛失の対応で実施したのは、クレジットカード会社へカードを紛失した枚数分電話をかけたこと。カードを止めないと不正使用の恐れがありますから。他にもキャッシュカードも入っていたので、そちらも電話で止めていただきました。夜中で電話をする人は多くはないと思いますが、なかなかつながらず、すべて終えたらこの日のお布団に入れた時間は日付も変わった未明の2時半頃でした。そして翌日、とにかく財布がなくなったので、こういう場合は警察に遺失届を出す必要があるとのことで、地元の警察署に行きました。ですが、当直しかいないので対応ができない。ネットで遺失届が出せるのでそちらでするようにと言われました。遺失届をすると発行される受理番号がこの後紛失した私には必要になるのですが、ネットだと受理番号発行は1週間ほどかかるので都合が悪く、とにかく今日はできないとのことで諦めました。
この後は現金がないので難を逃れたキャッシュカードで現金を引き出し、また今現在身分を証明するものがないので住民票をコンビニで発行、スマホで発行できるのが役に立ちました。あと鉄道会社の各忘れ物センターに電話で確認しましたが、私の財布はありませんでした。その後ふと思いついたのが、紛失した現地の交番なら受け付けてもらえるかもと鶴橋駅へ向かいました。駅最寄りの交番に行き、まずは紛失した財布が届けられていないか確認していただき、該当の財布はないとのことでした。そして遺失届も受理いただきました。受理番号も発行いただきました。結構時間をかけて調べていただきありがたかったです。その後、阪神難波線車内でなくした可能性もあると申し出ると、兵庫県内の警察にも確認した方が良いと言われました。遺失物のデータベースが違うので、大阪府警では兵庫県の遺失物は見ることができないそうです。ということで尼崎駅まで行き、最寄りの交番で調べていただきました。ありませんでした。大阪、兵庫と現地での財布捜索活動はこれにて終了。見つかれば電話がかかってくるのでしょう。なくしたのが金曜夜、土曜日はこんな感じで紛失後の対応は終わりました。この後事後対応は月曜日です。仕事は休みまして免許センターへ。はい、運転免許証がないまま運転はできませんから、公共交通機関で免許センターへ行きました。再発行手続きは1時間弱で済みました。車を運転できるようになったので、その後銀行のキャッシュカードの再発行手続き、マイナカードの再発行手続きなどもしました。一通りの手続きをしたら、あとは各カードの到着を待って支払いを設定している会社ごとにカード番号の変更などの作業をしていきます。なくした当初はショックでしたが、何かと生活が不便なので、とにかく元に戻す作業をやっていくしかない。財布をなくしてからの毎日はほぼそういう思いで過ごしました。落ち込んでいても何も始まりませんからね。ちなみに財布など貴重品を紛失したのは初めてです。今まででも何か落としたことがあるのは、青春18切符をエスカレーターの隙間に落としたことぐらいです。今後は紛失しないように気をつけることはもちろん、紛失は今後もあるかもしれません。もしもあった時に備えて持ち歩くカード類を絞り込んだりして、万が一落としたとしてもリカバリーの労力を減らせるようにしたいと思います。頻繁に旅に出始めた頃はそうしていたのですが、だんだんとこれはあったらいい、これも持っていこうとタガが緩んでいたのは事実ですね。今後は本当に気をつけます。では今回の動画はここまでにさせていただきます。今回も最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。チャンネル登録をどうぞよろしくお願いいたします。評価の方もしていただけると嬉しいです。